この動画は、X のプレゼントキャンペーンに当選したパソコンを魚にあれこれ語る動画ですが、大変申し訳ないことにベンチマークなどは回しておりません。構成内容のベンチマークを知りたい方は、おすすめの動画を概要欄に貼らせていただきますので、ぜひそちらの動画をご覧ください。アカウントをフォローしてポストをリツイート。年末だからかプレゼントキャンペーンが多くてワクワクしますね。当たるといいな。ゲーミングパソコン。そうだな、リアちゃん。当たらねえだろ。あんまり変な夢を見ないでくれよ。こっちが反応に困るだろう。なんて夢がないやつ。もしかしたらワンチャンスあるかもしれないでしょう。ないよ。そういうのはな、ある程度影響力のある人に当たるようになってんだよ。インフルエンサーとかガジェット系の YouTuber に送るもんなんだよ。少なくとも弱小チャンネルの俺らに当たることはないんだよ。わからないでしょう。プレキャンが当選した人は当選したってポストしてるんですから。じゃあ100歩譲って本当に抽選でプレゼントしてくれているとしよう。何万人応募してると思ってるんだ。この人数の中から選ばれるってないだろ。そしゃゲイのガチャの方がまだマシだぞ。応募するだけならタダでしょう。もう論点ずれてるぞ。俺は悲しいよ、リアちゃん。知り合いがそんな夢を追ってしまっていることに。かなたのバカ。お前の使ってるキャラなんてスーパー弱体化修正を受けてゲームから消されてしまえ。とんでもないしてセリフを残していきやがったな。本当に弱くなったら恨むぞ。夢のないことを言われましたね。当たるかもしれないって夢と願いを込めてリポストしたっていいでしょうに。まあ実際当たりはしないでしょうね。企業としては無料で商品を送るメリットは薄いでしょうからね。実際には送ってはいないとなっていても、まあ納得はできますよね。メーカーをフォローしておけば最新情報が入ってきますし、それでよしとしましょう。フォロワーに情報を届けてる私はそういうところに幸せを感じるのです。いや、どうしました？かなたならもう帰りましたよ。アミ、私を遠慮なく思い切り何のためらいもなくぶん殴ってください。なんでですか？いいから早くぶん殴ってください。間に合わなくなっても知らんぞ。はあ、急にわけがわからないですが、わかりました。夢じゃない。それほどでもないゲーマーチャンネル。マウスコンピューターネクストギアゲーミングパソコンプレゼントキャンペーン当選編。というわけで今回はマウスコンピューターのブランドの一つネクストギアのゲーミングパソコンが当選したので、勝手にいろいろ紹介する動画です。まさか本当に当選するとはな。リアちゃん大丈夫か？明日死なないか？やめてください。私だってちょっと怖いんですから。でも正直現物が届くまでずっと疑ってたのは本音です。本当にプレゼント来るの？そんなことある？という気持ちでいっぱいでしたね。まあそうだよな。本当に来るなんて思わなかったもんな。ですがそんな不安を吹っ飛ばすようにバッチリ来てくれました。なんなら発送連絡もくれました。そして無事に届いたのがこちら。ネクストギアの文字が輝かしいです。というわけで本当にいただきました。パソコン当たるってマジですごいな。羨ましいとか妬みを通り越して驚愕しかないよ。大手 BTO メーカーのマウスコンピューターから、しかも新生ブランドであるネクストギアのモデルだ。知名度が高い分応募数も多かったろうに大したもんだよ。リアちゃん、腐っても天使か？腐ってないですけど立派な天使ですけど。ところでもらい物だがレビューはしていい代物なのか？はい、マウスコンピューターさんにいただいたパソコンをレビューしてもいいかと伺ったところ、プレゼントキャンペーンで提供されたことを明示することと景品表示法にのっとってやってほしいとの回答をいただきました。さすが大手と言うべきか、非常に丁寧なご回答をいただけました。本当にありがとうございます。
というわけで、いただいたパソコンを中心にしてゲーム用のパソコン買おうかなってゲーマーさん向けのお話ができたらなと思っています。ですがごめんなさい。ベンチマークとかは回さないので感想中心の動画になります。ベンチマーク環境ないからな。概要欄にベンチマークをしてくれている動画などおすすめの動画を貼っておくので、ぜひ見に行ってください。またブログの方でもパーツの紹介などをしているので、動画より文字が良い方はぜひご覧ください。ブログの方もよろしくな。ではまずは今回プレゼントキャンペーンをしてくれたマウスコンピューターについて。マウスコンピューターは日本のパソコンメーカーで主に自作 PC 向けのパーツや完成品を販売している会社です。テレビ CM でもおなじみの企業なので、パソコンについて詳しくない人でもマウスコンピューターの名前は知っているという方も多いと思います。 BTO パソコンを販売している会社としては老舗の一つで、パソコンを買おうという人がとりあえず一度は見る会社の一つだと思います。パソコン買うならまずマウスのキャッチコピーでおなじみだな。パソコンを買おうとなったらドスパラ、パソコン工房、ツクモ、フロンティアも有名だが、ここら辺のショップに被験するぐらいマウスコンピューターも見て当然のショップの一つだよな。マウスコンピューターは一般向けパソコンも販売していますが、ゲーミングパソコンとして売り出しているブランドもあります。ハイパフォーマンスマシンとして売り出している G チューン、コスパ重視のマシンとして売り出しているネクストギア。今回プレゼントしていただいたのはネクストギアブランドのパソコンになります。 G チューンは実店舗ショップで売り出していることもあるため、見たことある人もいると思いますが、ネクストギアはオンラインでの直販のみで売り出しています。ネクストギアは2023年7月に立ち上がったばかりですので、 G チューンやドスパラのガレリアほどの知名度はまだないと思いますが、コスパ重視のゲーミングパソコンとして徐々に知名度を増してきていると思います。 YouTube でもレビュー動画が増えてきている印象だな。購入判断の材料になるレビューは多いぞ。マウスコンピューターは全てのパソコンショップの中で一番安いというわけでもないのですが、パソコン購入時の保証は3年と質の高いカスタマーサポートで有名です。特にこの保証期間3年がすごいです。基本的にパソコンの保証期間は1年というのが普通で、保証期間を延ばそうと思ったら追加料金が必要です。追加保証は卸売する販売店がつけてくれるところもあるな。しかしマウスコンピューターは2023年4月以降に保証期間をデフォルトで3年にして販売を始めてくれました。販売しているパソコンが全部3年保証というわけではないのですが、私のような一般ユーザーが買うパソコンは3年になりました。 BTO パソコンを買う最大の理由は保証期間がついていることと言っても過言ではないため、保証期間を3年にしてくれたのは本当にすごいことだと思います。電化製品に3年保証がつくのは当たり前だろうと思う人もいるかもしれないが、パソコンは精密機器、一般家庭で扱う電化製品の中でもかなりシビアな部類の機械だ。各パーツの初期不良、相性問題をはじめ運用環境によっても不具合が出たりするため、メーカーとしても保証期間を多く設けるのはリスクが高い。なので大体のメーカーの基本保証期間は1年だ。だがマウスコンピューターは基本保証を3年に打ち出した。保証期間の長さは安心して使える期間でもある。この期間を3年という長いスパンにできたのはさすがの大手の体力といった感じだ。パソコンは安い買い物ではないので、保証はあればあるだけ嬉しいですよね。さらにマウスコンピューターはアフターサービスの質の高さも有名です。息の長い企業の評価は大なり小なり批判的なものが多いですが、マウスコンピューターのアフターサービスへの不満はそこまで聞きません。もちろんよくよく探せば批判的な意見はありますし、掲示板などでも不満や不安の声はあります。ですがこれだけ知名度の高いメーカーなのに探さないと不満が出てこないというのはすごいことだと思います。マウスコンピューターのアフターサービスは優秀って結構よく聞くよな。結構前から高い評価を聞きますし、安定して高い品質のサポートを維持してるとなるとかなりすごい企業努力ですよね。365日24時間の電話サポートというのもかなりすごいと思います。コールセンターの人の負担が気になってしまうぐらいです。でもいざという時に質問できるというサービスは精神的な安心感が段違いです。購入判断の一つになるのは間違いないですよね。365日の電話サポートはドスパラやパソコン工房なんかもやっているが、だからといって流行ってほしい体制ではないな。コールセンターの人への負担も大きいだろうに。ですが
パソコンユーザーの誰もが近くにパソコンが詳しい人がいるわけではないですからね。需要は尽きないサービスだと思います。無茶が出ない範囲でやっていただきたいな。では、先ほどから言葉にしている BTO の意味について。 ETO は Build to Order の略です。聞いたことある人は多いと思います。あらかじめ組み上がっているパソコンを買うのではなく、パソコンの構成を注文して組み立ててもらう販売形式のことです。注文するときに展示しているパソコンの構成を基準に CPU やグラボをもっと強いものに変えてもらったりすることができます。 ETO は主に電化製品に向けて使われる言葉ですが、概念としては注文住宅や自動車などの OEM と似た概念になります。 ETO パソコンは2000年代あたりから広く浸透しているため、パソコンを買うイコール BTO が当たり前になっている人もいるでしょう。私も友人、知人にパソコン購入を勧めるときは、特に理由がない限りは BTO パソコンをおすすめしています。ゲームするだけなら販売モデルのままでも良いものあるけど、動画編集とかもしたい場合はストレージを増やしたりしたいよな。そうですね。あとは CPU が良くてもグラボはちょっと弱いかもとグラボをグレードアップしたりとかもよくありますね。どんなカスタマイズができるかは販売メーカーによって変わるので、いざパソコンを買おうと思ったらいろいろな BTO メーカーをはしごしたりもザラですね。予算が許す限りのパーツの組み合わせを考えるのも ETO パソコン購入の楽しさの一つになっています。パソコンは安い製品ではありませんので、 ETO のように納得できる製品を作ってもらうのはユーザーとしても嬉しい販売方法だと思います。さらにマウスコンピューターなら3年という長期保証付きです。パソコン購入を考えている方はぜひ一度は覗いてほしいメーカーです。いつかは RTX4090、憧れをその手に。では、今回いただいたパソコンはこちらになります。マウスコンピューターのゲーミングパソコンブランドである NEXTGEAR から JG-A7G6T、AMD Ryzen 7 7700と NVIDIA RTX4060Ti を起点に組まれたモデルです。スペックを一言で表現すると、ちょっといいミドルスペックパソコンという感じです。フル HD 環境なら全く問題ないスペックのパソコンです。来年発売のモンスターハンターワイルズをフル HD の画質中設定で遊ぶなら十分プレイ可能のスペックとなっています。では、構成内容をざっくりですが説明させていただきます。まず CPU、AMD 社の Ryzen CPU になります。AMD はインテル、ハイテルでおなじみのインテルと苛烈な争いをするメーカーです。AMD は会社名、Ryzen は CPU のブランド名、7はグレード、7700はモデル番号になります。グレードは Ryzen 3、Ryzen 5、Ryzen 7、Ryzen 9のように分かれています。グレードの数字やモデル番号が大きいほど高性能の CPU になります。他にも超ハイエンド CPU である Ryzen スレッドリッパーがありますが、一般ユーザーではまず使わないので割愛します。CPU はパソコンの情報処理の根幹になりますので、高性能なほどパソコン処理の動作が速くなります。一度グレードの高い CPU の動作に慣れてしまうと、下位グレードの動作では我慢できないなんてのはザラです。処理が早いとストレスもないんだよな。年々性能が上がっていく CPU ですが、昨今では大体の場面で Ryzen 5や Ryzen 7で十分のことが多いです。必ずしもグレードが低いイコールダメな CPU というわけではないので、目的に沿って選べるとグッドです。次に GPU、グラフィックボード、グラボ、ビデオカードなどと呼ばれる映像処理パーツです。GPU はプロセッサーのことを指すので、厳密には GPU イコールグラフィックボードではないのですが、今の時代は GPU という言い方でだいたいグラボだと通じます。RTX はシリーズ名、4桁の数字の前半2桁の40は世代、後半2桁の60はグレード、最後のアルファベットは同世代グレードモデルより性能が高いことを表しています。グラボを積んでいないパソコンも存在しますが、ゲーミングパソコンというのは基本的にグラボを積んでいるパソコンのことを指します。ゲームは非常に映像処理が重いソフトウェアですので、グラボを積んで映像処理性能を上げているというわけです。Ryzen CPU は内蔵グラフィックを積んでいないから、ゲームをするしないに関わらずグラボが必要とか色々あるんだが、今回は割愛させてもらう。とりあえずゲーミングパソコンイコールグラボを積んでいる
と思っていただいて問題ありません。そしてこのパソコンに積んである RTX4060Ti はミドルクラスに位置するグラボになります。同じくミドルクラスである RTX4060 の強化版になっています。RTX4060Ti は諸々の事情から少し評価が落ち目のグラボではありますが、性能が特別低い欠陥品というわけではありません。あくまで前のモデルである RTX3060Ti からの進化にしては性能が微妙という話で、性能としてはしっかりと RTX4060 の強化版になっています。予算が許すのであれば RTX4060 よりは RTX4060Ti の方がいいのは間違いないです。しかし 4060Ti はフル HD でのゲーム環境をターゲットにしているため 4K でのゲームプレイはまずできないので注意してくださいね。 WQHD でのプレイも基本的には厳しいって話を聞くよな。メモリバス幅の低下を見る限り60系統では WQHD は遊ばせないという意思を感じますね。次にメモリ 16GB が積んであります。メモリは CPU 同様パソコンの処理速度に影響するパーツです。 CPU やグラボの性能が良くてもメモリが足りないと動作が遅くなったり止まったりしてしまいます。そのためここも数字が大きければ大きいほど安心ではありますが、ゲーム用途であれば 16GB もあれば基本的には十分です。ゲームを開いてディスコード開いてブラウザで攻略情報を見てなど複数の操作をしても問題ないでしょう。メモリ 16GB が基本か。大きくなったもんだな。メモリも Windows 10の最初の方は 8GB で十分とかだった記憶がありますよね。ちなみにキングストン製のメモリでした。転送レートは調べるの忘れました。ごめんなさい。次にストレージ M.2 SSD が 1TB 積んであります。 M.2 SSD は高速に動いてくれる接続タイプの SSD です。ストレージの接続は他にも SATA 接続 SSD やら HDD もあるのですが、最近のパソコンのメインストレージは M.2 接続が主流です。ストレージが M.2 接続でない BTO パソコンを探す方が大変なので、接続タイプはあまり気にしなくてもよくなりました。ちなみに 1TB は約 1000GB になります。ストリートファイター6が約 90GB なので 1TB はストリートファイター6で約11本分になります。ちなみに来年発売のモンスターハンターワイルズは約 140GB の予定です。ゲームは重い。それが AAA タイトルともなればなおさらだ。 1TB が十分かどうかはユーザーによるので、ワンチャン足りないかもと考える人は増設しておいた方が心の安寧が保てます。またストレージは最低でも3割ほど空き容量を残して運用した方が良いとも言われているので、実質使えるのは 700GB までと思っておいた方がいいでしょう。ちなみに難度は調べた。マイクロンの QLC でした。気にされる方は気をつけてくださいね。次に電源ユニット 750W の80プラスブロンズになります。750W は出力容量、80プラスは効率的に電力を使用することを示す認証になります。ブロンズというのは80プラス認証の効率グレードを指しています。80プラス、80プラスブロンズ、80プラスシルバー、80プラスゴールド、80プラスプラチナ、80プラスチタニウムとグレードがあります。こう書くと80プラスブロンズは下から2番目なので性能が低いように見えますが、正直80プラス認証がついていれば電源としての性能は十分だと私は思っています。少なくともミドルスペックのパソコンなら80プラスブロンズもあれば十分ですね。ただゴールドなどにグレードアップするのが無駄なわけではありません。電源効率が良ければ電力消費を抑えられ、発熱を抑制したり電気代の節約になります。予算と相談してグレードアップをするかをご検討ください。 750W って 4070Ti スーパーとか積むレベルの電源だよな。この構成に対してだとすごい余裕あるよな。はい、かなり安心して使える容量の電源ですね。ネクストギアの他のモデルも 750W ばかりなので、箱と電源はセットで発注してると思われます。ちなみにケーブルタイプは昔ながらの直付け方式ですので、配線組んでくれた人は大変だったと思います。ありがとうございます。本当にありがとうございます。綺麗な配線のパソコン、大事に使わせていただきます。綺麗な配線のパソコンが来るっていうのも BTO の魅力の一つだよな。
そしてマザーボード、マイクロ ATX 規格の A620 チップセットです。マイクロ ATX はマザーボードのサイズの種類です。A620 はマザーボードに積んであるチップセットを示しています。サイズはマイクロ ATX の他にも色々あり、1個上に ATX、1個下にミニ ATX などがあります。ゲーミングパソコンで使われるのは主にマイクロ ATX と ATX になります。チップセットの A620 はライゼン7000シリーズとライゼン9000シリーズに対応したチップセットになります。上位に B650、X670 があります。この辺りの型番も覚えるのが大変なのですが、チップセットの性能は窃盗時のアルファベットで判断できます。AMD、ライゼンの場合、A は廉価版でコスト重視、E は無難なスタンダード、X は高価版のハイエンドになります。インテル CPU のチップセットの方は命名ルールが変わるから注意してくれ。一応マザーボードの性能はマシンパワーに影響するため、少しでも高いパワーが欲しい人は B を選ぶ方が無難です。かといって A620 がゲーム体験において大きな不利になるというわけでもないです。一度組んだパソコンの中身を入れ替えたり増設したりしないのであれば A でも十分です。基本的に BTO パソコンは発注して組んでもらったら保証が切れるまでは中をいじらないのが普通です。なので増設したりを考えていないのならば特にデメリットにならないと思います。逆に言うと、保証が切れた後、または保証が切れるのを覚悟でいじろうとしてる人はもう少し拡張性のあるマザーボードのパソコンを選んだ方がいい。拡張性が欲しい場合はカスタマイズの時点で幅広い G チューンや DTO メーカーのストームやサイコムといったショップがおすすめだ。最後にケースです。正面にネクストギアのロゴが入ったガラスサイドパネルのミニタワーケースです。ミニタワーといってもそこそこ大きいのでほぼミドルタワーみたいなものですね。今回いただいたモデルは黒のモデルですが白のモデルのものもあります。最近白いパソコンケースが流行ってるから白いのが欲しいという需要にも対応しているんだな。また追加オプションになりますが購入時に光るケースファンが付けられます。青 LED ファン、赤 LED ファンの他に様々な色に切り替えられる RGB ケースファンもあります。ちなみにプレゼントでいただいたパソコンは RGB ファンモデルでした。ならプラス1万円の光るタイプがプレゼントされたってことか。そういうことになります。すごいな。ギアちゃん、本当に夜道に気をつけてな。しばらくは明るいところで過ごそうと思います。とまあ大雑把にですが構成はこんな感じになってます。で今回いただいたネクストギア JG-A7G6T の構成を個人の見解で見るとこうなっています。 CPU、グラボ、メモリ、電源は十分、ストレージは 1TB では私には容量が足りず、マザーボードは A620 なのでちょっと物足りないって感じですね。私が満足に使うにはストレージを増設したりマザーボードを B650M に交換したいところです。ただ内部に ATX 用と思われるソケット穴があったためもしかしたら ATX 規格もいけるケースかもしれません。そうなると拡張性もかなり期待できるケースになるためいろいろと組み替えて使うこともできそうです。まあそんな私の好みはさておき7000番台のライゼン CPU と 4060Ti のパソコンをいただけただけで何より嬉しい限りでした。プレゼントキャンペーンの表題通り3年は満足にゲームをしていけます。そういえばこのパソコンプレゼントでもらったものだけど保証はあるのか。あります。電話で確認もさせていただきました。問題なく保証がついているそうです。マジか。ここまで来ると驚きも通り越して怖いな。普通に買ったのと同じ扱いじゃないか。本当にですよね。私次のモニターはマウスコンピューターのイーヤマのモニターを買うって心に決めましたよ。少なくとも向こう3年私はマウスコンピューター様の信者になります。マウスコンピューター最高ジークマウス。平和より自由より正しさより君だけが望むパソコンが来たからな。そうなるのもやむなしか。ではこのチャンネルの結論、ゲーミングパソコン初心者へはネクストギアは無条件におすすめ。3年保証は熱いぞ。 BTO パソコンを買ったら基本的にそのまま使う人もおすすめ。ただし最初のカスタマイズ発注はよくよく吟味してくれよな。でも拡張性が欲しい人は要検討。また
ネクストギアのカスタマイズ幅が物足りない人も要検討。安い買い物ではないからな。しっかりと自分の環境に合ったパソコンを選ぼう。自分の目的に沿ったゲーミングパソコンを選んで満足のいくゲームライフを送りましょう。では今回はここまで。この動画がゲーマーさんのパソコン選びの一助になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。プレゼントで当たったやつからおすすめされても心に響かないよなとは思う。それほどでもないゲーマーチャンネルです。